だからまあ、その大変なのは分かるんだよね。その新しい新興材をね、皆さんまあ頑張って作ってるのは分かるんだけど、なんかもうその高いものをなんて言うんだろう、高く売れるように高いものをもう狙って作りに行ってる感が、それってどうなんだろうっていう、そう新しく出るものが全部高いんだよね。そうそれってもう鋼材では本当にそれ高いのとか、もうなんか違う方向性でなんか騙すじゃないけど、なんかそういうのがなんか透けて見えてきてるようなところがちょっとなんかよろしくないんじゃないのかなっていう気はするよね。いやそういうね、なんか誰もが持ってないものを手に入れたいっていうので高いっていうのはまあ別にそれはそれでその人の好みだからいいとは思うんだけど、やっぱりものづくりの精神のベースにあるものってなんだろうね、その普及品の話ではあるけど、やっぱりいいものをやっぱりみんなの手に広めていくっていう努力はやっぱりすごく大事な気がするんだよね。その生活に溶け込んだ道具としての包丁っていう視点ですね。どちらかというとその高く手の届かないそのブランドバッグ的な存在っていうよりかはもう普段の生活に溶け込んだ道具っていう意味でのだからそっちのハイブランドな方は友達がやってるから俺別にやらなくてもいいからさ、っていうよりはやっぱりね、まあ、言ってたように研ぎ文化を広めるとか、研ぎ文化なんて、極論そのハイブランド買ってる人たちなんか興味ないじゃん、絶対に家でやりますかっていうすっごいメールしてね、でもお手伝いさんがいるようなうちだったらよりいらない話でさ、だから誰が伝えてくれるのっていうともっと原始的なものっていうかね、その家のお母さんであったりとかね、なんかもっとその道具としてっていう観点を高めていかないといけない。そうただこっちに行き過ぎちゃってますね全体的に。そうなんだよね。でそれがまあ鋼材もですかとかね、まあ風になってきちゃってるから、それはなんかちょっと違うかなっていう。だからもう華やかで美しいものはもうね友達がやってるし、そこはそこですごくかっこよくて新しいラグジュアリーっていうあの世界観はすごいあっていいと思ってるし、そこをね全然否定するつもりさらさらないんだけども、じゃあその道具としてのベースの方は誰がやるんですかっていうところが今もうどんどんなくなってきてる。だからなんか資本主義社会のもうなんていうんですかね、新しいものにどんどん付加価値を乗せてお金をなんかどんどん循環させていくみたいな、もうそっち主体の商品開発ですね、どちらかというとやっぱ目新しいものを作ることでその消費を促すというか、まあその本来必要ないあるかないかって言ったらまあないじゃないですか、別にもう1万円のもので済むものをそこにまあ広告だったりいろんなマーケティングとか見せ方っていうので付加価値を乗せていくことで、本来意味のないことにその意味を付け足すことによってやっぱりその消費を促すみたいなのは実際まあどの業界でも起きてることだと思うので、その中にそっちにやっぱ行き過ぎてしまうとこっちの基盤がっていうお話ですね。そうだから文化をやっぱり残したいんだよね。だから極論だから藤原正史が残る必要は全くないと思ってて、で結局藤原正史がすごくてすごい技術があってあの人がって言われるのがいい人もいるとは思うのね、その自分の名前を残したっていうのはすごくいいことだと思うし、その人が生きてきた価値としてはすごい高い、さらにお金も名声もっていうのはすごく誰もが羨んですごくね、いい世界だとも思うんだけど、ただ残念ながら自分が欲しいものっていうのは何かって言ったら今後続くものが欲しいんだよね、誰がやったか知らないけどでもみんなが自然にやってるみたいな状態を目指したい。まあ要は僕らが今普段やってるような日本人ならではのそのまあ行いなのか何かわかんないですけど、まあそれって誰がやったかはわからないけどでも自然にこう溶け込んでるみたいな状態をやっぱりその包丁とかそういう分野でやっていきたい、その普及させるっていう意味でそれがこう目的というか、それがまあ最たる目的でね、だからやっぱりなんだかんだね、自分でもすごくねメディアとかの時にも言っちゃったりするんだけど、先生いないんだよね。でも先生が本当の意味でいなかったのかって言ったら先生いるんだよ。この形を作った誰かがいて、こっから盗んだものからめちゃくちゃ学んでるんだよね、そうだからそういう意味ではすでに先人は僕にとってはもう先生であるのも間違いなくて、ね、それをもう、ね、そこから勉強させていただいてる上で、じゃあそれは自分で止めてしまったら次誰にもつながらない。
そうで一過性のブームとか一過性のやっぱりものなんて言うんだろうね、そういう話題になっていけばいくほどその瞬間は切り取った部分ではすごく華やかで素晴らしいものになるとは思うんだけども、じゃあ長く本当に続くのかっていうとそこはまたちょっと話が違う。だからまあ個人的にはね、そういう一過性のブームにしたくないし、やっぱり長くそうやって文化として残していくっていう意味ではね、やっぱりなんか簡素だけど質実剛健な、誰が見ても別に何がすごいのかわからない包丁で全然僕はいいと思ってて、なんかでもものすごく使いやすいんです。ものすごくこれが愛用できるんです。その中でさらにその料理を通して、まあいらっしゃるお客様を喜ばせることができてるんだっていうような、そういう道具を作るっていうのはとてもなんか残すという意味ではとても大事な気がするんだよね。まあいいのか悪いのかそんなことをやりたいやつがまあいなかったのかもしれないし、そうその残し方の問題だよね。そうだから今のその包丁ブームはすごく歓迎されるべきところで、稼げる人はめちゃくちゃ稼いでもらった方がやっぱり文化として盛り上がるのは無事実で、それはすごい感謝すべきだし自分にできないことだからあれなんだけど、じゃあ自分にできることは何ですかって言った時に客観的に見た時に残すもの、どう残すのかで、そこにまあすごいお金が必要なものっていうのは残りにくいよねっていう、そこはやっぱり守っていかなきゃいけないんじゃないかなって気はするんだよね。だからまあすごい難しいよね。でもね、その物を売る貢献度で言ったら刃物業界全く貢献しない人間だからね全く物を売らないやつだから、そういう意味ではねやっぱりねものすごいそうやって華やかにねいろんな形でメディアに出たりとか露出したり経済的にやっぱり動かされてる人たちっていうのは本当にありがたい話だよね。そういう人たちの陰でまあね逆張りじゃないけどちょっとやりにくいようなところをやっぱりまあやるっていうのにまあね一つ意味があるんじゃないかなとは思ってるんだけど、そこの基軸になってるものは何かって言ったら僕の場合は圧倒的な道具としての価値、そうだから極論まあうちの包丁はめちゃくちゃつまんない包丁なんだよね。だからダマスカスの包丁がいいか悪いかって言ったら僕はすごい好きな包丁なんだけど、ただ自分のそのやりたいことの芯に置き換えた時にダマスカスの包丁って何かものすごいパフォーマンスを上げてくれる何かがありますかって言われると、その道具としての部分ではほぼないんじゃないかな。もちろんさっきの精神性であったりね、なんか見てかっこいいからテンション上がるよねって、それもすごいいいことで自分も見てかっこいいなってすごい思うんだけども、ただそれは自分の中のそのやろうとしたいことの基準には当てはまらない。そうするとダマスカスの模様が入ってるから値段が高いです。じゃあ値段を払ってもらってるのに対してそのパフォーマンスは乗っかってきてるのかっていうとノーだよねっていう考え方をしてしまうんだよね。だからその安くある必要はなくて、極論だけど安さで言うとホームセンターで売ってる包丁はバカにされるべきなんですかって言ったら、価格と内容で言ったらすごいものも多分たくさんあると思うんだよね。だから安い必要はない。ただその出していただく価値に対してなんだろう、当分だった場合普通で、それを超えてくると満足、さらにそれを超えてくると感動とか感激とかしてくれたりするっていう、なんかそっちをすごく高めたい意識が強いかな。それはでも高いからっていうわけでは決してないよっていうイメージかな。なんか高いのはその性能としてはもう一緒だよって僕言うんですよ。でもこのデザインとかを作り出すための別の手間がかかってるから、それでこの値段になってますだったら僕は堂々とそう言えばいいと思うんだけど、でもそれがイコールそのデザインに手間をかけてるって言わないで性能で語っちゃうから、その藤田さんみたいなそうじゃないよねになっちゃうと思うんですよ。それはそのなんていうんですかね、そういうものとしてその切れ味を伸ばすっていう別軸としてその細かいその、バランスなのかデザインなのかその、ストーリー、洋服で言ったらその色なりこう形状、着やすいとは限らないけれども、自分の自己表現の一環としてそれを持ってることでこう、ワクワクするとかいろいろあると思うんですけど、それをなんかごっちゃに語るからそれがダメなんじゃないかって僕も正直思うんですよ。そうだね。それはもうそういうもので僕らやってますってはっきり言えばいいのに、そこでなんかそれが0.1個多いからその0.1個多い分のその実用性とか切れ味になっ
イコールにつなげちゃうからちょっとそこはおかしいんじゃないのって僕もそれはちょっと思います。やっぱりねフェラーリ売ってる人が乗り心地いいですって言わないと思うからね、はいはい、それを言っちゃってるっていう矛盾を感じるっていう感覚だよね、そういやフェラーリはフェラーリねめちゃくちゃかっこいいし、いやいつかちょっと乗ってみたいよねとか試乗できないのとか思うのが当たり前でね、なんかそこはもう僕もねそういうやっぱりブランディングであり、そういうねものに憧れもものすごくあった時期もあるし、ね、それを否定するつもりは全くなく、逆に言えば好きなぐらいだけど、でもやっぱりねそれとは違って、じゃあカローラは誰が作るんですかっていうようなそういう概念に近いかもしれないね。だからね、どっちが正しいどっちが間違いでは全くなく、ただみんながちょっとなんかフェラーリばっかり作り始めてる感覚、それが日本らしいっていう気はします。やっぱりその車とかで例えるとすごい分かりやすいと思うんですけども、みんなも買えるし、もう長く使える、やっぱそれがまあその藤原さんの目指すその日本人らしさというか、そこをやっぱり大事にされてるなっていうのはすごいものづくりにおいてもそこがこう目標であり、より多くの方にっていうのはすごく、長く評価されるものであったものがやっぱり日本には多分多いんだよね、世界を見てそれを残すっていうのはやっぱりさっきの話、フェラーリ作れる方々であったりね、すごいハイブランドでありすごい華やかなものを作れる方々もいっぱい今いるから、だからこそ別に自分はそこの世界にまた行って一緒に戦う必要はあるのかなっていう見方もすごくあるしね、そうやっぱり残していきたいね。誰よりも多分ね研ぎが好きだったり研ぎから生まれる何かにすごく感謝であり恩恵をものすごく感じてる人間だからこそ、なんかねそれをねちょっとでもなんか知ってもらう、そこにやっぱり金銭的な大きなハードルがあればあるほどやっぱり広がりは弱いし、やっぱりそういうところで悩ましいところではあるけど、自分の思いとしてはそっちが強いなとは思うね。手間暇かければかけるほど見合ったお金がいただけるのかって言ったら、基本的に見えない仕事、特に包丁なんてすごいリスキーというかね、あるのが目に見えて切れ味なんか分かんないし、性能性質なんて何も分かんないし、そういったところがやっぱり最大のデメリット。でもそんなことしなきゃいけないんですかって言われたら、しなくてもいいのかもしれないけどしなかったらどうなるんだろうねっていうところのやっぱり葛藤はすごいあるよね。日々葛藤です。日々葛藤